今回紹介するスクリプトはカタナニア2です。このスクリプトはこのような筆順アニメーションを簡単に作成することが可能なツールです。私は少し前から使用していて便利なので紹介したいと思っていたのですが、今回カタナニアがバージョン2としてアップグレードされたので皆さんにシェアしたいと思います。このスクリプトはテキストアニメーションを普段から作成している人にとってはとても強力なスクリプトになるので、この動画を見た上で導入を検討してみてください。スクリプトの購入リンクは概要欄に貼っておきます。筆順アニメーションとはテキストを書き順通りに表示させるアニメーションです。よく見る表現ですよね。この筆順アニメーションは実際作成するとなるとこのようにテキストを自覚パーツに分ける必要があります。この作業をしたことがある人なら分かっていただけると思いますが、このパスを地道に切り分ける作業がとても大変で時間がかかります。簡単に見えて気軽にはやりたくない作業です。文字をバラバラにさせることができることで有名な GG 分解と比べてみましょう。 GG 分解はテキストを文字単位に個別に手付けアニメーションさせるときに重宝するスクリプトですが、この GG 分解でも文字単位より細かくパーツ単位にバラバラに分解できます。ですが GG 分解ではあくまでつながったパス単位に分解するだけで筆順アニメーションが可能になるようには分解できていません。一方カタナニアの方は筆順アニメーションに特化したスクリプトですので、交差した部分もこのように簡単に切り分けることができます。すごいですよね。さらにこのスクリプトではワイプアニメーションにも対応しているので、パスの分解からアニメーションまでカタナニア一つで完結できます。筆順アニメーションに特化した強力なスクリプトと言えます。では実際に触って順番に解説していきます。こちらがカタナニアの UI です。一番上にセレクトパスというボタンがあり、このボタンを常に上に置きながら、そこから下は5つのタブでツールを切り替えられるようになっています。分かりやすい設計で5つのタブを左から右へ順番に使用していけば筆順アニメーションが完成するように設計されています。では早速テキストレイヤーを作成します。カタナニアと入力します。フォントは弦の覚悟シックにします。テキストを大きくします。アンカーポイントをレイヤーの中心にして画面の中心に配置します。では一番左のタブ T から使用していきます。 T はテキストの T です。テキストに対して使用するタブです。 SEP というボタンがありますが、これはセパレートボタンでテキストレイヤーを分割するボタンです。テキストレイヤーを選択した状態でセパレートボタンを押すと1文字ずつシェイプレイヤーに分割してくれます。これは GG 分解と同じ効果です。元のテキストレイヤーはバックアップとして一番下に非表示で残ります。右側のスイッチですが、センターアンカーポイントとありますが、チェックを入れてセパレートボタンを押せばバラバラにされたシェイプレイヤーのアンカーポイントを中心に再配置します。各文字のレイヤーのアンカーポイントが各々中心になってますよね。元に戻します。このチェックを外してセパレートボタンを押した場合、元のテキストレイヤーのアンカーポイントの位置を引き継ぎます。今回の場合画面の中心にアンカーポイントがあったので、バラバラにした各シェイプレイヤーのアンカーポイントは画面の中心になっています。基本的にはチェックを入れておきましょう。元に戻します。次はその下のプリコンポーズのチェックボックスですが、このチェックを入れると同じように1文字ずつバラバラにシェイプレイヤーにしてくれるのですが、各シェイプレイヤーをそれぞれプリコンポーズします。つまり文字数分のコンポジションが新規で作成されます。プロジェクトパネルを見れば文字数分なのでコンポジションが10個できています。では元に戻して今度はその下のシェアのチェックを入れてセパレートしてみましょう。シェアにチェックがあるとテキストレイヤーの中に同じ文字があった場合、共通のコンポジションを使い回します。今回の場合重複している T や A は同じソースのコンポジションを使用します。なので先ほど10個作られたコンポジションが8個になっています。 T と A のコンポジションは共に2回使用になっています。なので共通のアニメーションで良ければシェアした方が作業の手間が省けます。 T のコンポジションを開いて文字色を赤にしてみましょう。共通のコンポが使用されているので2つとも文字色が赤になりました。次のマージンは
セパレートして文字単位に分けた時のコンポジション内の余白を設定します。今回はマージンを30にしたので上下左右に15ピクセルの余白ができています。元に戻します。このマージンの値を0にしてセパレートしてみましょう。コンポジションの中を見てみると文字の周りに余白がなくなりました。次のオートマージのチェックはシェイプに変換されると同時にパスの接近した点を自動で一つにまとめます。このテキストは先ほどオートマージにチェックを入れずにセパレートしたので A の文字のパスのポイントを見るとこのように接近したポイントが生成されています。では元に戻して今度はオートマージにチェックを入れてセパレートしてみましょう。先ほどの接近した2点が1点に結合されています。オートマージはシェイプ化した時の接近した点を結合してポイントを少なくしてくれます。左のオートトレースとトゥーシェイプのボタンは重要なボタンですので後で詳しく説明します。このように T タブはテキストレイヤーを文字パスに分解するセクションです。では最初のテキストの状態に戻してここではセンターアンカーポイント以外はチェックを外してセパレートしておきます。次は一つ右のセクション P タブへ進みます。 P はパスの P です。ここでは主にパスのカットとスライスをします。この P タブでは文字単位からさらに細かく自覚パーツに分解していきます。カタナニアの1つ目の肝となるパスの切り分け作業をするセクションです。ではパスを切り分けたい文字のシェイプを選択します。 T を選択します。切り分けたいポイントを選択します。ですがこのままではコンポジションパネルでパスを選択できません。この時いちいちレイヤーを展開してパスの一つ上のグループを選択する必要があります。パス選択のたびにこんなことをしていては時間がかかります。ここで使用するのがセレクトパスボタンです。レイヤーを選択した状態でセレクトパスボタンを押せば自動的に先ほどの正しい階層を選択してくれるのですぐにコンポジションパネルでパスのポイントが選択できる状態になります。では T の文字の交差した部分の4点を選択します。ポイントを選択した状態でカットボタンを押します。パスがカットされました。レイヤーを見ても T のパスが2つに分割されました。ワンクリックでこれができてしまうんです。その下のパッチボタンは分割したパーツを元のテキストパスに戻します。レイヤーを選択してセレクトパスボタンを押します。交差した部分の4点を選択した上でパッチボタンを押します。すると元の1つのパスに統合されました。レイヤーを見てもパスが1つに統合されています。カット前の状態に戻せるということです。カットボタンから伸びている点線の右側にあるスムーズのチェックボックス、これはデフォルトでオンになっています。 A の文字でやってみましょう。 A のシェイプレイヤーを選択します。分かりやすいように画面をズームします。セレクトパスボタンを押します。切り分けたいポイントを選択してスムーズにチェックを入れてカットボタンを押します。スムーズにチェックを入れるとこのようにカットした時の切断面が丸くなります。スムーズのチェックを入れないとどうなるか。今切り分けた2点を選択してパッチボタンで元に戻します。今度はスムーズのチェックを外してカットボタンを押します。すると選択した2点で直線でカットされます。筆順アニメーションさせた時のことを想像すると切断面は丸い方が自然ですよね。基本スムーズにチェックを入れて使用することが多いと思います。今回もスムーズはオンにしてカットします。そして A の下部分もカットしましょう。切り分けたいポイントを選択してカットボタンを押します。ですが今回は正しくカットされません。拡大してよく見るとポイントが3点選択されていました。これが原因です。こんな時に使うのが右側のアンドマージのチェックボックスです。アンドマージにチェックを入れて先ほどの3点を選択してカットボタンを押しましょう。すると期待した通り正しくカットができました。マージとは結合という意味でアンドマージにチェックしてカットボタンを押すと今のように1点のつもりが実は2点を選択していた時に隣り合ったポイントを結合させた上でカットしてくれます。結合したポイントは2点の中間の位置になります。ただしアンドマージにチェックを入れて切り分け作業をすると
知らないうちにポイントが結合されていて、テキストのパスの形が変わる可能性があるので注意が必要です。今説明したスムーズとアンドマージのチェックボックスはカットボタンに付属されたスイッチです。それぞれのチェックボックスはあくまでカットボタンを押して初めて効果が適用されます。では一番下のボタン、マージボタンとそれに付属された2つの項目の説明をします。TO とNIA のどちらかを選んでマージ、つまり結合するボタンです。このマージボタンは単純に選択したポイントを結合するボタンです。TO は2点を選択してポイントを結合できます。結合されたポイントは選択した2点の中間点の位置になります。2点を選択してTO にチェックが入っていることを確認してマージボタンを押します。選択した2点が中間地点で結合しました。元に戻して次はNIAの方を選択してマージボタンを押すと近いポイントをまとめて結合することができます。その距離の基準が下のリミットの数値です。ここで指定した距離の範囲内のポイントを結合するので数値を大きくすると離れているポイントも結合してしまうので注意が必要です。ここでは値を50にしてマージしてみましょう。パスを選択してNIAリミット50にしてマージボタンを押します。50ピクセル以内の距離にあるポイントは結合されます。最後にスライスボタンの説明ですが、スライスボタンもカットボタンと同じようにパスを切る役割ですが、カットボタンが複数のポイントを選択して使用するのに対してスライスボタンはパスのポイントを1点を選択して矢印のボタンを押すことで矢印方向にパスを切ってくれます。パスを切った時に新しいパスのポイントを追加してくれます。この時のスムーズのチェックボックスもカットの時同様切断面を丸くしてくれます。このように P タブは文字パスをさらに細かく自覚パーツに切り分けるセクションです。ではスイッチ類の説明ができたので切り分けていきます。レイヤーを選択してセレクトパスボタンを押しポイントを選択してカットボタンを押すだけです。これの繰り返しです。カットボタンのオプションのスムーズとアンドマージは両方チェックを入れておきます。アンドマージにチェックを入れているとポイントの選択がアバウトでいいのでサクサク作業を行えます。その代わり気づかないうちに接近したポイントを結合してフォントの形が変わってしまう可能性があります。その点は頭に入れておきましょう。全文字の切り分け作業が終わりました。自覚パーツに切り分けられているか確認します。次は一つ右のセクション S タブへ進みます。 S はシェイプの S です。この S タブでは自覚パーツにパスを切り分けたものを別のレイヤーに分離します。レイヤーを選択した状態でセパレートボタンを押すことで分離できます。このように別のレイヤーに分離されました。右側のセンターアンカーポイントは T タブにあったチェックボックスと同じです。レイヤーを分けた時のアンカーポイントの位置をレイヤーの中心にするかどうかのスイッチです。以上がこのセクションの主な役割です。セパレートボタンとは逆にユナイトボタンでまた一つのレイヤーにまとめることができます。すべてのレイヤーを選択した状態でユナイトボタンを押します。元に戻りました。その下のエクストラクトボタンは自覚パスを一部分だけ自覚レイヤーにします。エクストラクトとは抜き出すという意味で抜き出したい自覚パスを選択しクリック、自覚パーツを手動でレイヤーに分離するためのボタンです。エクストラクトボタンを押します。レイヤーが1つ増えました。選択した T の横のパスをレイヤーとして分離できました。ではもう一度全てのレイヤーを選択した状態でセパレートボタンを押してレイヤーを分けましょう。このように S タブは自覚パーツにパスを分けられたものをバラバラに別レイヤーとして分離するためのセクションです。これで自覚パーツに分けられたので筆順アニメーションをつける準備ができました。では一つ右のセクション L タブへ進みます。 L はラインアニメーションの L です。刀ニアの2つ目の肝となるアニメーションを設定するセクションです。そしてこのセクションが今回のバージョン2になって最も便利に進化したセクションと言えます。 UI に注目してください。上半分がオートでアニメーションをつけるためのセクションでバージョン2で追加になった機能です。下半分が手動でアニメーションを設定するセクションです。ですが下のセクションにある4つの項目に関しては
オートボタンでも適用される共通の項目になります。とりあえず自覚レイヤーを全て選択してオートボタンを押してみましょう。すると自動でアニメーションをつけてくれます。アニメーション処理に時間がかかります。今回は処理に40秒弱かかりました。この時コンポジションパネルのプレビューがフリーズしているような挙動に見えますが、処理が完了するまでしばらくそのまま待ちましょう。正常に処理されており AE が落ちるなどのエラーは今のところありません。再生してみましょう。これでアニメーションとしてはかなり完成されています。それぞれのボタンの役割を説明していきます。オートボタンとその右側に9つのスイッチがありますが、ここではオートボタンでアニメーションさせた時の挙動を設定します。まず2と1がありますが、これは支点と終点の数を指定します。左が2点、右が1点に指定した時のアニメーションの違いです。木片の縦線に注目してください。ストロークの軌跡を見てみましょう。右の1点の場合、支点と終点が片方の点のみになるため、アニメーションを見ても終点部分で一時停止すると片方のポイントに偏って到達しています。アニメーションの支点部分も1点になっていると偏って描画されるので、このフォントのアニメーションには向きません。他のストロークを見ても同じことが言えます。左側のように2点同時に並行して描画された方がいい感じですね。このようなサンセリフ体や覚悟シック体などは2点を選ぶ方が良さそうです。逆にそれ以外のフォントの場合は1点を選ぶことをお勧めします。次の V、H、A はアニメーションの方向の優先順位を決めます。V はバーティカル、垂直方向のことです。H はホライゾン、水平方向のことです。A はオート、この3つから選びます。アニメーションの優先方向は基本オートにしておくといいです。オートにした場合、時角が横長の時は水平方向を優先し、時角が縦長の時は垂直方向を優先します。その下の L と R はレフトとライト、左右を表していて、アニメーションの方向が水平方向の時に左右どちらからアニメーションさせるか決めます。これも文字は左から右に書くことが多いので L を選ぶのが基本となります。その下の T と B はトップとボトム、上下を表していて、アニメーションの方向が垂直の時に上下どちらからアニメーションさせるか決めます。これも文字は上から下に筆を走らせるのが基本なので T を選んでおきましょう。そして共通の項目であるこのエリアの説明をします。この DUR とありますが、これはデュレーションのことでアニメーションの尺を設定します。今デュレーションが24になっているので、オートでつけたアニメーションも尺が24フレームのアニメーションになっています。30フレームに変更しておきます。その下のインポイントにチェックを入れると、レイヤーのインポイントからキーフレームが作成されます。このチェックを外すと、インジケーターが指す現在の時間からキーフレームが作成されます。イーズアウトのチェックはキーフレームの種類をリニアにするかベジェにするかを決めます。チェックを外してリニアにすると動きに緩急がなくなるので、チェックは基本入れておけばいいと思います。今は説明のためにチェックを外しておきます。ティップは先端の意味ですが、このチェックボックスは先端の丸みです。ここではチェックを外します。以上がオートボタンでアニメーションをつけるときにチェックするべきところです。頭の C のレイヤーを選択してモディファイボタンを押します。モディファイボタンは修正のためのリセットボタンです。C のアニメーションが削除されました。そしてオートボタンを押して C のアニメーションを付け直します。今設定した通り、インジケーターを基準にキーフレームが作成され、キーフレームがリニアになりました。モディファイボタンの上のリバースボタンはアニメーションの視点と終点を反転します。インポイント、イーズアウト、ティップは全てチェックを入れて C のレイヤーを選択していることを確認してリバースボタンを押します。再生してみましょう。 C の動きに注目してください。アニメーションの視点と終点が反転しています。もう一度リバースボタンを押して元に戻しておきます。 OK ですね。ではラインアニメーションがついたのでラインの調整についての説明をします。分かりやすいように C に拡大します。 C を選択してエフェクトコントロールパネルを見てみましょう。上から説明します。 CN スライダーは線のオフセットです。線伸びのアニメーション用パラメーターです。0から100で視点から終点に線が伸びていきます。
次にティップハイトは先端の丸みの高さです。0にすると丸みはなくなり、そこから数値を増やしていくと丸みの高さが高くなります。次はディケイファースト。どの時点で丸みが完成するかのパラメータです。アニメーションの序盤のラインの丸みについてです。0だと最初から丸みのあるストロークになります。次はディケイラスト。どの時点から丸みがなくなっていくかのパラメータです。アニメーションの終盤のラインの丸みについてです。0だと最後まで丸みのある状態で終点に到達します。さらにレイヤーのプロパティの中の CN トリムのオフセットで線が伸びた時の線の角度調節ができます。ラインの先端の角度に注目してください。このパラメーターをキーフレーム制御することでアニメーションのクオリティに関わってきそうです。自動、手動ともに L タブでアニメーションをつけた時にはこのように各種パラメーターが調整できます。次は下のセクションで手動でアニメーションを設定していきましょう。まず C のレイヤーをモディファイボタンでアニメーションをリセットします。支点と終点の情報が残っているのでデリートで削除します。まず線を走らせる支点と終点を設定します。 F はファースト、支点を設定するボタンです。 L はラスト、終点を設定するボタンです。セレクトパスボタンを押して支点にしたい2点を選択します。選択できたら F のボタンを押します。すると2点のポイントがシアン色になりました。これで支点に設定されました。次に終点にしたい2点を選択します。 L のボタンを押すとポイントがオレンジになりました。これでこの2点が終点に設定されました。ロックは経路として有効な点を決めます。青色でマークされます。ミュートは経路として無効な点を決めます。赤色でマークされます。デリートは4色のマーク情報を削除します。マークがついた点を選択してデリートボタンをクリック。ポイント情報を削除できます。視点を設定し直します。セパレートボタンは点が重なっている箇所の間を空けます。点が重なっていて作業できない時に使用します。例えばこの0の支点、終点を指定する時にパスのポイントが重なっていて困ります。そんな時にセパレートボタンを押すとポイントが選択できるように重なったポイントが離れてくれます。支点と終点を指定してそのままクリエイトボタンを押してください。すると離れてしまったパスは元に戻りアニメーションをつけることができました。そしてやはり共通の項目のこのエリアを設定した上でクリエイトを押すとアニメーションが設定されます。手動でポイントを指定してアニメーションをつけることができました。その下のリストアボタンはクリエイトボタンでできたアニメーションを元に戻します。このように L タブではアニメーションに特化したセクションで基本はオートでアニメーションをさせた上でうまくいかない部分をモディファイボタンでリセットして手動で支点や終点などを設定してアニメーションをつけていきます。それではリストアでアニメーションをリセットした上でデュレーション30で全てのストロークにオートでアニメーションをつけ直しておきます。これで各パーツのアニメーション自体はできました。次は一つ右のセクション Q タブへ進みます。 Q はシーケンスの Q です。シーケンスとは順序や配列を意味しています。このセクションでレイヤーをずらして正しい筆順アニメーションになるようにアニメーションのタイミングを調整していきます。ではレイヤーをずらしていきましょう。説明が分かりやすいようにレイヤーのラベルの色を文字単位で変更していきます。今回説明が分かりやすいように色分けしているだけで必要な作業ではありません。上から順番に書き順通りになるようにレイヤーを並び替えます。ネームに20フレーム、ストロークに10フレームと入力してレイヤーをシフトを押しながら上から下にまとめて選択します。これでレイヤーを書き順通りに選択できたということです。シーケンスボタンを押してみましょう。レイヤーが上から順番にずれました。レイヤーを選択する順番も重要です。選択した順に配列してくれます。ネームの数値は文字単位の時間ずれ、ストロークの数値は時角単位の時間ずれを決定します。なので C と U の間は20フレームずれていて U 同士の時角の間はストロークの数値が適用されるので10フレームだけずれます。これはレイヤー名によって認識しているのでこのようにレイヤー名を変更してしまうと別の文字として認識されるので U の時角レイヤー間の時間のずれも
20フレームになってしまいます。ではレイヤーを選択する順番をランダムに選択してやってみましょう。コントロールを押しながらクリックして選択します。シーケンスボタンを押すと選択した順番に配列されました。しかもこのように最初に選択したレイヤーを起点としてずらしてくれるようです。さらにその下のキーフレームデュレーションはアニメーションの尺を調整できます。右端のボタンを押すことでフレーム表示とタイムコード表示を切り替えることができます。先ほど L タブで30フレームを指定してアニメーションをつけましたが、実際この Q タブでレイヤーを配列してみたらアニメーションがちょっと遅いので変更したいと思います。アニメーションの尺を変更したいレイヤーを選択してキーフレームデュレーションボタンのところに20フレームと入力します。キーフレームデュレーションボタンを押します。するとキーフレームの尺が30フレームから20フレームに変更されてアニメーションを速くすることができました。このシーケンスボタンとキーデュレーションボタンだけでレイヤーの配列がかなり簡単に調節できることが分かりますよね。それでは改めてシーケンスボタンでアニメーションをずらし直します。再生します。文字の間は20フレームずれ、ストローク間は10フレームずれるという設定で実行しました。そしてそこから下のボタンティップオンオフボタンはラインアニメーションしている際のラインの先端の丸みのスイッチです。このようにオンオフが切り替えられます。その下のパラメーターコピーとペーストはその名の通りパラメーターをコピペできるボタンです。 C のレイヤーを選択してエフェクトコントロールパネルでティップハイトを50にします。線の先端の丸みの高さが高くなりました。その下のティップディケイの数値を両方とも0にしておきます。ではこのパラメーターの数値をコピーしてみます。パラメーター3つを選択した上でコピーパラメーターボタンをクリック。パラメーターをコピーしたいレイヤーを選択してペーストボタンを押します。すると3つのパラメーターがコピーできました。その下のアニメーションアウトのボタンはアウトのアニメーションが作成できるボタンです。アニメーションが完成したコンポジションを選択した状態でこのアニメーションアウトのボタンを押すだけです。すると新規コンポジションが作成され名前の末尾にアンダーバーアウトとついていますね。このコンポジションを再生してみましょう。筆順アニメーションの消えていくアウトのアニメーションが簡単に作れました。その下のトレールボタンですがこれは文字の軌跡パスを作成できます。 T の文字の2つのシェイプを選択した状態でトレールボタンを押しましょう。すると軌跡パスが作成されました。右側のハンドルはデフォルトで 0.33 になっています。この数値を0にするとストロークのつながり具合が直線になり1にすると曲線になります。数字が大きいほど曲がってつながります。もともと筆順アニメーションはこの軌跡パスを使ってラインをパスのトリミングで走らせて文字でマスクするやり方が基本なので軌跡パスをワンクリックで作成できるのは便利です。それでは T タブに戻り最初に説明を飛ばしたオートトレースのボタンを説明します。ここまで一通り説明してなんとなくわかると思いますがカタナニアでどうしても処理が重くなるパターンはパスのポイントが大量にある場合に処理が重くなります。日本語のフォントで言うと角ゴシックよりも明朝体などの筆文字はパスのポイントが多くなる傾向があります。そんな時に使用するのがオートトレースボタンです。では新規コンポジションに極めと文字を打ちます。書体は白州楷書を使用します。筆文字でサムネイル映えする漢字を選びました。文字の色を黒に変えます。白平面を背景に作成します。テキストレイヤーを選択した状態でセパレートボタンを押します。テキストレイヤーをシェイプレイヤーに変換できました。セレクトパスボタンを押します。パスのポイントの数に注目してください。これがセパレートでシェイプ化した時のポイントの数です。なるべくパスの数は減らした方が処理が軽いのでオートトレースボタンを使用してみましょう。テキストレイヤーを選択してオートトレースボタンを押します。すると設定画面が出てきます。トレースとは写すという意味でオブジェクトを識別してマスクパス化します。この設定を間違えるとテキストは形を変えてしまいますので注意が必要です。公式のトレースのおすすめの設定がありますのでその数値でやってみましょう。ブラーはなし、許容量が2ピクセル、最小領域は適宜調整、
この数値を上げると小さなパスが消えます。今回は0にしておきます。敷値は 0.0001。 コーナーの深淵率を 0% にしてプレビューにチェックを入れてパスの具合を見ながら OK を押します。するとトレースされてマスクパスが新規作成されました。オートトレースは文字の大きさによりポイントの数も大きく左右されるので、結果を見て使用するかを判断しましょう。こちらはテキストの大きさを1000ピクセル、500ピクセル、250ピクセルと変えてみて、オートトレースとセパレートでのシェイプ化を比べてパスのポイントの数がどうなるかを実験した結果です。この数字がポイントの数です。通常のセパレートでのシェイプ化と違い、オートトレースではレイヤーの解像度によってポイントの数が大きく変わります。テキストが小さければ小さいほどポイントの数が減ります。極端に大きいテキストだとオートトレースの方が逆にポイントが増える場合もあるということです。では作成されたマスクパスを選択した状態でその下の To Shape ボタンを押すとそのままシェイプレイヤーにすることができます。これがオートトレースの機能です。バージョン2で追加された機能になります。では一通りツールの説明が終わりましたので、このまま復習しながら極めの文字の筆順アニメーションをつけていきましょう。次は P タブでパスの切り分け作業です。セレクトパスボタンをクリックしてパスを切り分けていきます。スムーズとマージのチェックを入れておきます。セレクトパスボタンを押しパスを選択してカットの繰り返しです。ポイントが重なって選択しにくい部分は必要であれば自覚パスを非表示にしながら作業しましょう。口の部分はいいところにポイントがないので1点を選択してスライスします。スライスなら2点選択しなくても矢印方向に切り分けてくれます。この部分もポイントが重なっているのでパスを非表示にして作業します。切り分けができました。 S タブでセパレートボタンを押します。別のレイヤーに分離されました。この時に書き順通りレイヤーの順番を上から順に並べ替えましょう。ここではコメントの欄に書き順の番号を振っていきます。メモした番号の順番に選択してカット&ペーストをします。上から書き順通りに並びました。パーツがおかしいところを手動で修正します。木片の縦線の交差していた部分が膨らんでいます。ポイントを修正します。パスを修正したことで小さい隙間ができてしまいました。パスを変形して埋めていきます。修正ができたら L タブでアニメーションをつけます。オートで一旦アニメーションをつけてみましょう。再生します。アニメーションがつきました。オートでアニメーションをつけた場合必ずうまくいっているか確かめましょう。口の下部分が上から下のワイプになってしまっています。オートでうまくいかなかった自覚はモディファイボタンを押して手動で修正します。左側の2点を選択して F ボタンを押して支点にします。右側の2点を選択して L ボタンを押して終点にします。ここは自覚のストロークが短いのでデュレーションを20にしておきます。クリエイトボタンを押します。再生します。正しくアニメーションを修正できました。では Q タブへ移動してレイヤーのタイミングをずらしましょう。今回は1文字なのでネームの値は使用されません。ストロークの値分ずらします。ストロークに30と入れてシーケンスボタンを押します。再生します。ちょっとテンポが悪いので12にしてもう一度シーケンスボタンを押します。再生します。口の部分の動き出しが速いので
チ以降を後ろにずらします。7フレームずらします。そしてシェイプレイヤーなので 3D スイッチを入れれば 3D アニメーションが可能になります。カメラを作成します。カメラを調整して、ここにカメラのアニメーションを加えたものがこちらになります。モーションブラーをオンにすることで絵に勢いがついていい感じになりました。いかがだったでしょうか。このスクリプトがいかに便利なものかご理解いただけたでしょうか。スクリプトなしで一度作業してみると分かっていただけると思います。今回はメインの使い方であるテキストのアニメーションに使用しましたが、シェイプパスであればイラストなどのアイコンをアニメーションさせることだってできます。私ももっといろいろな使い方を研究したいと思いました。ちなみにこのスクリプトの名前ですが、今回カタナニアと読んで紹介させてもらいましたが、開発者様に問い合わせたところ特に決まった呼び方はないそうで好きに呼んでくださいということでした。開発者様のホームページのリンクも概要欄に貼っておきます。他にも多くのスクリプトを開発されている方なのでサイトで見れますのでぜひ覗いてみてください。最後にカタナニアを使ってみての感想としては、文字 PV などテキストアニメーションを専門にしている人にとっては今後このカタナニアこそ必須のスクリプトとなっていくと確信しました。ぜひ皆さんも購入を検討して使ってみてください。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。